はい、D&D チャンネルです。今回は GIMP 3.0 を AI で超絶進化させる神アプリを開発しました。ボタン一つで背景を AI が自動で切り抜くというリモート操作がすごすぎます。最近は AI が全部やってくれるから GIMP はもういらないという感じもありますが、実は AI×GIMP こそがクリエイターにとっての理想形だと私は確信しています。 AI は一発出しは得意ですが、ここあと3ミリ右に寄せて、この部分だけ少し明るくしてといった細かいこだわり、微調整は言葉、つまりプロンプトで伝えるよりも GIMP でマウスを動かした方が圧倒的に速くて正確です。高額なサブスクを払わなくても最新の AI と最強の編集ソフト GIMP は手に入ります。 AI に全部任せるのではなく、 AI の力を借りてあなたのこだわりを GIMP で形にする、それがこれからの新しいクリエイティブの形です。では今回開発した GIMP AI リモートの使い方を解説しますので、チャンネル登録したら早速 GIMP AI リモートをダウンロードしましょう。ダウンロード先は概要欄にあります。概要欄からリンクのページを開くと、こちらのページが開きます。こちらの GIMP AI リモートをダウンロードしてください。ダウンロードしてファイルを解凍して開くと、このようなファイルが入っています。開いたら、こちらのリモートリスナーフォルダを GIMP のプラグインに入れます。まず GIMP を起動します。そして編集、こちらの中にある設定、こちらを開きます。設定の中のこちらの項目の一番下にあるフォルダーというところのこちらのチェックをクリックしてチェックを開きます。こちらのフォルダーの中にあるプラグインというのを選択します。そうすると、こちらの上の方のプラグイン、こちらのアドレスをクリックします。そしてこちらのファイルマネージャーの場所を表示しますというこちらをアイコンをクリックします。そうするとプラグインが入っているフォルダーが開きますので、こちらのプラグインというフォルダーを開きます。ここに先ほどダウンロードしたリモートリスナーのフォルダーをドラッグしてこちらに移動させます。コピー&ペーストでも大丈夫です。これで閉じて大丈夫です。プラグインの中に入りましたので OK です。このままではまだ GIMP がプラグインを読み込みませんので、一度 GIMP を再起動してください。再起動したら、プラグインがちゃんと入っているか確認してみましょう。フィルターの中のこちらにリモートという今入れたプラグインが入っています。入っているのを確認できれば大丈夫です。続けて GIMP の方のサーバーをスタートします。フィルター、デベロップメント、スクリプト FU、こちらの中にあるサーバースタート、こちらをクリックしてください。このような画面が出てきます。サーバーポートは10008であることを確認して、そのままサーバースタートのボタンを押します。これで GIMP 側のサーバーがスタートしました。では、GIMP 側の方は準備ができましたので、まず切り抜きたい素材を準備します。こちらのページのこちらの無料素材をダウンロードします。こちらの女性を切り抜きたいと思います。ダウンロードしてください。ダウンロードした素材をまず GIMP に読み込みます。こちらの素材をファイル名と
拡張子を整えます。ファイル、こちらの名前を付けてエクスポートを選択します。では、こちらのファイル形式を変えますので、こちらのチェックを外して、この中の PLG ピングをですね、探してください。これですね。PLG ピング画像、こちらを選択して、個々の名前をインプットとしてください。インプット。はい。インプット .png。これが切り抜くファイル名です。この名前で必ず保存します。保存先は、先ほどのプラグインが入っていたフォルダーの中の AI インプットというフォルダーがあります。この中に保存してください。input.png で保存してください。このフォルダーの中に切り抜きたい画像を先に入れておきます。この中から AI が判断して切り抜いて GIMP で開きます。AI インプットフォルダーの中に保存できたら、今度は AI を起動します。AI の起動はこちらの main.exe というこちらのファイルをダブルクリックします。これをダブルクリックすると何も起きません。何も起きませんが、パソコン内では AI が動き出しています。先ほどのページに戻りましょう。こちらの画面で GIMP AI リモート画面を表示、こちらのボタンですね。こちらのボタンを押します。そして GIMP AI リモート画面を出します。こちらが GIMP AI リモート画面です。開くとこのような画面いっぱいになりますが、こういう使い方は多分しないと思います。はい。小さくします。はい。例えば左側に寄せましょう。こんな感じですね。このぐらいでしょうか。はい。こちらの写真を AI インプットフォルダの中に保存しました。サーバーが GIMP のサーバーと AI のサーバーが動き出しましたので、こちらの上の AI で背景自動切り抜きボタンを一度だけクリックします。最初だけは AI がロードされますので、1、2分かかる場合がありますが、しばらくこの状態で待っていてください。このように表示されて AI 切り抜きが完了しました。このように GIMP の方にも自動的に AI で切り抜いた画像が GIMP に表示されます。はい。AI 切り抜きが完了しました。GIMP を確認してくださいと表示されています。GIMP に自動で切り抜いた画像が表示されます。ボタンを押すだけで AI が自動で切り抜いてくれます。GIMP には自動で切り抜くプラグインがあるのですが、どこからダウンロードすればいいかとか、ダウンロード先が英語だったりとかして、すごくわかりづらかったんですね。今回はボタン一つでリモコンを操作するようにして、GIMP に貼り付けることができます。また、この状態である程度 AI が切り抜いてくれます。まだ細かくやりたいときには、今度はこの下の方にある手動切り抜き、こちらのボタンを押します。今、レイヤーでこちらの写真がありますが、こちらの手動切り抜きマスクのボタンを押すと、このようにレイヤーマスクが追加されます。描画色を黒色にして、ブラシツールを使って、硬さ、弱さを弱くして、太さを調整して、このようにですね、細かいところの作業をクリエイターによってやれば、かなり時間短縮になると思います。どうでしょう？こんな感じですね。ちょっと消しすぎたなという時には、ショートカットのキーを押すと、描画色を白色にすると、また表示されますのですね。わかりやすいように、ちょっとこの辺りを消してみますね。このように消してしまっても、はい。描画色を反転させると、また、表示させることができますので、細かい作業はこちらで
最後の仕上げを人の手でやるという感じですね。どうですか？あっという間の作業で女性を切り抜くことができました。どうです？皆さんも使いたくなったのではないでしょうか？その他にも機能があります。こちらの写真の色を調整してみます。今、レイヤーマスクが選択されているので、写真の方を選択します。そして、こちらの選択の中から白黒写真にするっていうのを選択してみましょう。まだ今回はプリセット選択になりますが、このあたりの機能も次のバージョンあたりから AI でできるようにやっていきたいと思っています。白黒を選択して変換する。はい。このボタンで GIMP 内のこちらの写真が反映されました。こちらのリサイズ実行の方も大きさを選んでリサイズ実行ボタンを押します。すると、このようにサイズが小さくなりました。こちらの色調整の方は、まだ AI ではないですが、次回バージョンアップ時には AI でできるようになると思います。GIMP も AI と組み合わせることによって超絶進化させる神アプリとなります。はい。では、他の有名なソフトと比べてみましょう。はい。まずは Photoshop。コストは高額な月額サブスク。自由度は非常に高いが重い。AI の性質はクラウドで作業します。プライバシーはデータをサーバーに送ります。Canva。Canva は月額サブスク。テンプレート重視の編集です。AI の性質はクラウドで制限があります。プライバシーはデータをサーバーに送ります。今回の GIMP AI リモートは完全無料。プロ級の編集が自由自在に GIMP でできます。自分の PC と GIMP さえあれば完結できます。画像が外に漏れない。すべて PC 内で作業するので安心です。使い方は簡単ですので、こちらを参考にしながらやってみてください。こちらの GIMP AI リモートを使うときには、やはり GIMP のこちらのカラー色はダークモードにするのがいいと思いますよ。ダーク色に合わせてありますから、こちらの GIMP AI リモートの機能はどんどん AI を追加していきます。次考えているのは AI で写真の画質を高画質にする。ボケている写真を高画質にするっていうのを今開発中です。ぜひ YouTube の D&D チャンネルを登録していてください。バージョンアップした時には必ず動画で解説します。参考になりましたら高評価お願いします。それではチャンネル登録して GIMP AI リモートをダウンロードして使ってみてください。それではまた。